今日はね、青空市で売っていたひまわりとアーティチョーク、これをね描いてみたいと思います。夏らしくね、じょうろに入れて描こうかなと思いますね。今日の紙です。ホワイトワトソンを 6F サイズに切っています。絵の具の方はホルベインですね。クリムソンレーキ、キナクリドンレッド、レモンイエロー、ガーボンジーノーバ、サップグリーン、セルリアンブルー、コバルトブルー、ウルトラマリンディープ、バンタンバ、以上ね9色で描いてみようと思います。でもうすでにねパレットに出しています。色見本ちょっと作ってみますね。まずねレモンイエローです。さっぱりした黄色ですね。その次にガーボンジーノーバーを混ぜていくと少しあったかみのある黄色になります。でさらにクリムソンレーキを混ぜますよ。そうすると赤みを帯びたオレンジ色っぽい色ですね。これでひまわりの色っていうことにしようと思います。アーティチョークの方はセルリアンブルーです。これ純色だとこんな感じになります。これに少しねキナクリドンレッドを入れますよ。紫色っぽくなりますよね。でさらにコバルトブルーを入れていくとだんだん青紫になっていくわけです。この辺の綺麗な紫でアーティチョークの色にしようと思いますね。そして葉っぱの色はね夏らしく青っぽい葉っぱにしようと思います。コバルトブルーもしくはウルトラマリンディープ、これにバンタンバを入れます。これだけでもね緑がかった灰色っていう感じがするんですが、これに少しサップグリーンを入れてみます。こんな感じですね。でもうちょっとサップグリーンを増やすとこんな感じっていうことで、このくらいの範囲でね色構成をしていこうかなと思います。アーティチョークのつぼみの色は主にクリムソンレーキとサップグリーンですね。これを混ざったような混ざってないような感じ、茶色っぽい赤色っていうことでね、この辺りの色で作っていこうと思います。メインの色はねひまわりのこの黄色っぽい色を中心に持ってきて、その周辺部にアーティチョークのさっぱりした青紫から赤紫へかけての色で締めるっていうことにしようと思いますね。じゃあね下絵を描いてみます。今日の光は左上からにしておきます。そうするとじょうろを 6F であんまり大きくないんでギリギリこちらのね隅の方に持ってきます。大体のサイズはですね底辺が14センチぐらいですので、底辺の直径14センチねこの辺りに引いておきますよ。で高さがだいたい15センチぐらいですね。16センチぐらいまで持ってきておきますね。口の方の直径が11センチぐらいですね。でそうするとこれを引くと、真横から見た展開図っていうことになります。でこれを上から見ますのでこういうふうに口も見えれば下の底の丸みも見えるっていうことになります。少しねこっちにひねった状態で置こうと思います。でそうするとじょうろの口はじょうろの本体の口より下の方だと水が漏れちゃうわけで、これよりも一緒の位置かあるいは少し高めの位置っていうことにしないとおかしいねっていうことになろうかと思います。はい、こんな感じですね。そうするとこれと対角線を結んだこの辺りに、取っ手があるよっていうことになるわけですが、ほとんど見えないでしょうねっていうことになりますね。だいたいこんな感じ
でいいかなと思います。この口のあたりもねほとんど隠れて見えませんよね、実際問題としてはね。はい、じゃあこれにねひまわりをまず位置取りしていきます。対角線引いたここが中心になります。なのでここに主役のひまわりですね、左上に1個、そしてじょうろの口を挟んで向こう側に1個っていう感じ。少なくとも3つはいるかなと思いますね。アーティチョークの花をこの辺りに持ってきますよ。でそうするとこれが並んじゃうとまずいっていうことになりますので、もうちょっとこちらに寄せますね。でもう一個ひまわりねここに持ってきます。もう目いっぱいね画面を埋めたいと思いますので、はみ出す状態でもう一輪ここに持ってきますね。そしてこちらにアーティチョークを、これ1個しかね開いてる花ないんですけど、この辺りにもう一輪っていうことでね持ってこようと思います。アーティチョークのつぼみですよね。つぼみも例えばこういうところに持ってこようと思いますね。こういうところに持ってこようと思います。そうするとほぼほぼ画面が埋まりますので、いい感じにね充実した画面になるんじゃないかなと思いますね。じゃあちょっと丁寧にね下書きをしてみますね。はい、下絵がね完成しました。もう目いっぱいね詰め込みましたね。じょうろの口がここに見えています。取っ手がここにちらっと見えています。中心のこれがひまわりです。そしてこのじょうろの口の向こうにちょっと下向きのひまわり、そしてここにアーティチョーク2つねあります。からここにもちょっとアーティチョーク向こう側に1つで、アーティチョークのつぼみで、これはちょっと右上向きのひまわり、さらに向こう向きのひまわりがここにちらっとありますよっていうことですね。でこの葉っぱはアーティチョークの葉っぱ、こちらの葉っぱはひまわりの葉っぱっていうことで、一応これだけは書いていますけど、まだ増やす可能性はあります。これで下絵を完成しましたので、マスキング液でプツプツをねたくさん作っておこうと思いますね。特にひまわりがいっぱいねおしべの花粉がついていますので、この点々ですよね、黄色くね点々がこうついているわけです。でこれを白くちょっと抜いておかないとダメかなと思いますね。でアーティチョークのこの紫色の中に白い花粉が線状にいっぱいついているんですね。これも線として描くっていうことと、いっぱい散らす、小さくね散らすっていうことと両方でやっていこうと思いますね。マスキング液を散らしますね。少しね多めにね散らしておこうと思います。からどうしてもここへ当たらなかったわっていうところはちょっとこうやってね手で落とすっていうことですよね。ここの真ん中のこの引っ込みはまだ開いていない花の部分っていうことになりますので、あんまりね規則正しくつける必要はないかなっていう気がしますね。はい、こちらもねここはねじょうろの口ですね。はい、それとこちらのアーティチョークの方も、いっぱいこう花粉がついていますので、こうやって散らすと同時に線状のね花粉がついています。これもシュ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 とね引きずり出すような感じでやっておこうかなと思いますね。こことここにもマスキング液を散らして一旦乾かしてから下塗りに入っていこうと思います。マスキング液ね乾きましたので下塗りに入っていきたいと思います。まずね、レモンイエローですね。薄く溶いてこの辺りですね、左上からの光っていう風な設定にしていますので、ひまわりのあたりの右上ですね。ただねこの辺はね花びらが白く抜けてもいいんじゃないかなっていう気がしますので、ここを何枚かはねちょっと避けておきますね。ここもねちょっとだけ避けますけど、あとはだいたい塗っちゃってもいいかなっていう気がしますね。はい、続いてガーボンジーです。で続きに入れていきますね。はい、こんな感じでしょうか。
で、セルリアンとキナクリドンレッドですね。セルリアンを多めにします。青紫っていう感じですよね。これの下の方はね、コバルトブルーを足して青みをね強くしますね。こちらもそうです。この辺りはコバルトブルーを多めに、だんだんセルリアンになってキナクリドンを入れてっていう感じですね。素早くねお水でぼかします。あまりゆっくりしてるとね全部乾いちゃって筋目がいっぱい残ってしまいますので、手早くねお水でぼかしてしっかり始末をします。はい、で今度ね葉っぱの色なんです。さっきね見本で作りましたが、コバルトブルー、バントアンバー、暗いところではねウルトラマリンディープを使います。それにサップグリーンを少しっていうことで青っぽい緑ですね。この辺はね少し明るくってもいいかなと思いますので、例えばセルリアンをちょっと入れてみたいなね。このじょうろの色ですね、一番ここら辺が暗いわけです。ここはウルトラマリンディープとバンタアンバーのみでいいかなっていう気がします。はい、これもしっかり水筆でぼかしておきます。鉛筆の線に沿って塗るんではなくって、この辺りの色っていうことで入れていきます。はい、しっかり始末をしておきます。でこの真ん中ですよね、茶色っぽい色でないといけないので、バントアンバーとクリムソンを混ぜてこんな感じでね入れておきますね。塗りつぶしてしまうってことじゃなくて、暗い方にちょっと入れておきますっていう感じですかね。はい、下塗りが完成です。じゃあこれでしばらくね乾かしますね。細かい作業に入っていこうかなと思います。このひまわりの中心の、本当の花がね集まっている部分ですね。これほとんどねスパッタリングでいこうかなと思いますね。バントアンバーとクリムソンをちょっと混ぜて、少しね赤茶色って言いますかね作ります。スプレーでお水を少しかけますよ。こっちのあんまりはみ出した部分はねちょっと押さえておいてください。これに緑をちょっと入れますね。サップグリーンを入れて、この真ん中ですよね。そしてこの縁のあたりです。花びらのついている辺にこうやって置きます。で他のひまわりの真ん中も同じようにしますね。で今度こちらのアーティチョークの方に行きます。比較的明るい方はセルリアンとキナクリドンを混ぜて、どちらかというとセルリアン多めですよね。そして光から遠いほどコバルトブルーを多めにします。これもスプレーでちょっとだけね、あまりね遠くまで飛んでいった部分はねちょっとこうやって押さえておかれるといいかなと思いますね。芯の方、奥の方は赤いわけです。なのでちょっとクリムソンを入れてきますね。はい、こちらのねアーティチョークもやっておきますね。こちらのねひまわり、そしてこちらのアーティチョーク、両方ねスパッタリングで色を落としました。このひまわりの花びらですよね、折り重なっているわけです。下になった方に色をつけていこうと思いますので、ガーボンジですね、クリムソンをちょっと入れてオレンジがかった色にします。で全部を塗りつぶすんじゃなくって、重なった影を今描いたところですので、そこをぼかしていくっていうことになります。
じゃあこれをね全部のひまわりにやっていきます。ただこの辺りですね、火が当たってこう光っている部分についてはこの作業は入れません。はい、重なりとそれから付け根ですよね。付け根にもちょっと赤みを帯びさせてこういうふうにねちょんちょんと入れてみました。潜り込んでいるわけですのできれいに円を描いてしまってはちょっとまずいわけですね。なのでこうやって途切れ途切れにこう赤色をちょんちょんと入れていくとちょっとリアルな感じになるかなと思います。で続いてアーティチョークの額辺ですよね。それとひまわりのこの額辺を描いてみようと思います。アーティチョークについて言えば赤茶色っていうことですのでクリムソンとサップグリーンを混ぜて付け根に置きます。先端部分に向かって伸ばすっていう作業になりますね。その横をやっていくっていうわけにはいかないわけです。乾いたところでまた隣に入っていくっていうことになるかなと思います。それからひまわりの額辺はサップグリーンを多めにしますよ。先が細いんですね。押さえときます。柔らかい感じになるかなと思いますね。例えばここにちらっと見えています。こうですね。でちょっとだけ押さえておきますね。ここへつながるんですね。茎になるわけですので。でこれもちょんと押さえておきますね。同じサップグリーンとクリムソンを使うんですけどアーティチョークの方はクリムソンが多め、ひまわりの方はサップグリーンが多めっていうことでね描いていきます。ここにも向こう側のアーティチョークのがちょっと見えていますのでここも含めてね描いてみますね。クリムソンレーキにコバルトブルーをちょっと足して赤紫ですね。アーティチョークの先端部分を強調しておきますね。全部やる必要ないかなと思います。要所要所こういうふうにね尖らしてみてください。軸ですね、それぞれのもうほとんど両方ともね同じような感じの軸になっていますので筋目を立てておいてあとあっさりとね薄く色をかけるぐらいのことでいいと思いますね。葉っぱもねちっちゃい葉っぱこの辺にいっぱいありますのでそれもねほとんど線描っていうことで書き起こしておきますね。じゃあちょっとやってみます。次にじょうろの部分ですよね。暗い部分です。ウルトラマリンディープとバーントアンバーで花びらの直下ですね。ここはすごく暗い影になりますのでしっかりね沈めておきます。この辺りの花びらの輪郭がねはっきりしてきますのではい、じゃあじょうろねここも含めてとってもね塗ってみますね。はい、じょうろね塗りました。で残りの部分を描いていきます。ここのアーティチョークのこれがまだ塗れていませんのでここ足しておきますね。そしてひまわりの花びらに行きますよ。全部色で塗っちゃうと面白くないので線描である程度描き起こしますね。クリムソンとガーボンジーをちょっと入れてで場所によってはバンタンバを入れてもっと暗い茶色っぽい色にします。必要なところだけをこういうふうに強調しますね。それと同時にひだをね立てます。こういうのを少しずつ入れていきます。全部に入れる必要はもちろんないのでなるべく少なめに入れるっていうことが肝心かなと思いますね。じゃあちょっと入れてみますよ。はい、ひまわりの花びらのね輪郭線と、ひだですね筋目をちょっと立ててみました。じゃあ続いてねアーティチョークの中の
細い線状のしべ、あるいは花びらですかね、出てるわけですね。でその途中に白い花粉がついているっていう状態なんです。これをそのまま忠実に表すっていうことはほぼほぼ不可能ですので、とりあえずね線をね足していこうと思います。コバルトブルーもしくはセルリアンですね。それにキナクリドンレッドを入れて、赤紫、時には青紫、特にこの周辺部ですね、放射状ですから平行に出ているわけではないっていうことですよね。色も少しずつ変えながら四方八方へつけていくっていう作業になりますね。こことこことここですね。ちょっとやってみますね。はい、細い花びらを無数につけてみました。これでね花自体にはだいたいこう色がついたかなと思うんですけど、隙間ですよね。ちょっと暗くしないと花が浮いてこないので、あり得る色でやっていくっていうことになるわけですが、場所によっては青っぽい色でつけたり、もっと茶色っぽい色にしてみたりっていうことでね、しっかり暗く沈めます。場所によって少しずつ変えていくっていうことですよね。あまりにも広い場所ですね。そういうところはただ塗るだけだと持たないので、さらに葉っぱとおぼしきものやら茎とおぼしきものやらを切っていくわけです。あまりベタ塗りにしない。ある程度塗ったら水で、その隙間をぼかして埋めるわけですね。際だけは暗いよみたいな感じになれるわけです。全部にこの暗い色を入れてしまうと暗い絵になってしまいますので、ある程度入れてはぼかすっていう作業になりますね。でこちらの方はね、こちらに比べればサップグリーンも少し多めに入れられたらね、ちょっと明るい方だろうなっていう感じがすると思いますね。いずれにしてもね、あまり綺麗なサップグリーンを入れてしまうとちょっと違和感がありますので、いくらかね明るいサップグリーンと言ってもある程度濁らせるっていうことが必要なわけですね。じゃあね、こういうところこういうところこういうところですね、もうちょっとね色を入れてみますね。はい、隙間もねだいたい埋めてみました。じゃあこれで一旦乾かしてマスキング液、取れる範囲で鉛筆の線もね取ってみようと思います。はい、マスキング液もねきれいに取りました。で取れる範囲で鉛筆の線もね取ってみました。だいぶねすっきりしたかなと思います。はい、じゃあ仕上げに入っていきますね。かなりね大きな粒々として、残っているわけですね。これではちょっと大雑把な感じがしますので、ここにさらにねスパッタリングでガーボンジーの色を落としていきます。で場所によってはウルトラマリンディープとバーントアンバーを加えて暗い色にします。際ですよね。この際にさらに落としていきます。それからこのくぼみですね。くぼみの縁、中側ですけどね、中の縁にもこの暗い色を、ちっちゃい範囲ですけどね頑張って落としていきます。そうするとここの付け根のくぼみとこの真ん中のくぼみが出てくるわけですね。でしかも手で描くよりも繊細にこう出てくるわけです。いらないところまで飛んだ分はこうやってね押さえておきます。二重にくぼみがあるんだよっていうことが分かる程度につけるっていうことが大切かなと思いますね。
でどうしてもね重いようなところは落ちませんっていう場合には、手でつけるわけですが、あまりね規則正しくやってしまうとつまらない感じがしますので、なるべく不規則につけるっていうことですよね。どうしてもね手でつけると規則的に並んじゃうんですけど、頑張って不規則にするといいですよね。マスキングの白い斑点がね大きすぎるなと思ったら、やっぱり手である程度ね、潰していくっていう作業になります。そして今度はこちらのねアーティチョークのこの白い部分ですね。これも残りすぎてるとおかしいわけで、ここにももう一回スパッタリング。セルリアン一色でもいいかなっていう気がしますね。はい、これでねだいたいもう濡れちゃったかなと思います。ちょっと気になるところだけね補修しておこうと思いますね。この葉脈のねラインがねちょっと太すぎますので、全体的にくすぶったサップグリーンとセルリアンとバンタンバーを混ぜて、青に傾いた緑を作って、うっすらねこの上に置いていきます。せっかく抜いた葉脈ですけど、ある程度潰していくっていう作業になります。で全部均一に濡れちゃった場合には、ここからまたさらにティッシュでポンポンと押さえてまだらにするっていうことですよね。ここもねあまりにも明るすぎるわけです。これではね、ここにも緑をかけて、でちょんちょんと抜くっていうことですね。ここもそうです。じゃあちょっと乾かしますよ。はい、それではね最後のね仕上げをやっていこうと思います。点描でかなり補修していますので弱い感じがしますよね。ちゃんと塗ったのは最初の下塗りだけですので、ここでもうちょっとね色を足していこうと思います。まずですね、黄色がちょっと弱いわけです。レモンイエローをしっかりといて、綺麗なねレモンイエローを甲羅あたりにしっかり濃いめに入れます。花びらだけに塗るとかいいんじゃなくって、このあたりにっていう感覚で置いていきますね。ここにも入れていきます。はい、そして水筆でしっかりぼかしておきます。下に塗った絵の具が浮き上がってこないように、あまり力を入れないようにねやってください。はい、次に、ガーボンジーですね。ガーボンジーをここの続きにね入れていきます。これも水筆でしっかりぼかします。当然重なってきて構いません。下の絵の具がね定着していますので、浮き上がってくるっていうことは普通はないわけです。で次にセルリアンですね。純色だとちょっときついので、少しきなクリドンを入れて、ここですね、これもねしっかり横断的に入れてください。枠の中に収めないってことが大切です。ぼかします。ここがねちょっと味気がないので、赤紫ですね、コバルトブルーときなクリドンを混ぜて、ちょっと赤みをね強めにします。この辺りですね、こういうところに入れます。はい、これもしっかりぼかしてください。ね、黄色と相まってすごく綺麗ですよね。ここちょっと入れるの忘れていましたので、ここにも入れます。ここですね。こ
これでだいたいもう仕上げ塗りもできたかなっていう気がしますね。ここですね、当然ねじょうろの穴が開いてるわけです。注ぎ口にはね。バンタンバーとウルトラマリンディープで暗い色を作って、真ん中に一つですね、対照的にこうポツポツ入って、その間にまた埋めてっていうことですね。同じ色でここですね、ブリキなので継ぎ目があるわけです。その継ぎ目をちょっとね強調することによってブリキ感がしっかり出るかなっていう気がしますね。ここもそうです。継ぎ目がねあるわけです。じょうろのねここもねこういうふうにこう継ぎ目がありますよね、当然のことながらね。はい、赤紫をここですね、ちょっと足しました。中心が少し弱い感じがしましたので、クリムソン多めの少しねコバルトブルーを入れて、こういうところですよね。甲羅あたりにもねちょっと足さないとちょっと弱い感じがしますのでしておきました。そしてこれがねいきなり白地に変わっていますので、同じ赤紫をちょっとこの縁にもね入れて外に向かってぼかしておこうと思いますね。でこれはもうほとんど取ってしまうっていう感じになるかなと思います。だからここはちょっと弱いというか明るすぎますので、ちょっと茶色に傾いた緑を少しここにね入れて、ちょっと押さえておきますね。ここもねちょっと明るすぎましたので、コバルトブルーとバンタンバーを足してここですねしっかり暗くしておきました。はい、これでね完成だと思います。日にちが経って色が薄くなりますのでね、その時点でまたね足せばいいかなっていう気がします。じゃあサインをね入れておきますね。